2025年12月29日 Say My Name が The Third EP アルバム And Our Vibe でカムバックしました。本アルバムは、前作となる The First シングル Illy から5ヶ月ぶりのカムバックとなります、はい。Say My Name はデビューから5ヶ月間隔でのカムバックを守っているので、順調な活動ペースということになります。はい。Say My Name セマネは、本アルバムで思春期を過ぎて自分らしい好みとスタイルを見つけた愛らしい少女たちの姿を女の子だけの初めてのお泊まり会ガールズナイトで表現しています。Say My Name はこれまで、3作をリリースしてるんですが、初めてアルバムジャケットから猫がいなくなりまして、はい。どこ行った？にゃーということでその年齢の経過成長をテーマに盛り込んでることからも、グループのステップアップネクストステージをアルバムのテーマに込めていることは間違いなさそうです、そのアルバムの注目は、フィジカルがそのガールズナイトパーティーをする女の子の青春アイテム的なデザインがとても可愛いという点も注目ポイントなんですけど、アルバム1曲ごとにサウンドの説明とは別にガールズトークという女子会目線のメッセージが記載されてまして、あ、そうなんだ。それは知らなかった。だからそのことから一晩一夜のガールズナイトで繰り広げられたトークが、テーマごとにまとめられたようなアルバムの構成になってるってことです。ああ、なるほどなるほど。こんなテーマで話したよねっていうのがそのまま曲になってる。ディテールをしっかり作り込んでるなっていうところはあるんですけど、そのアルバムのタイトル曲以外での注目で言えば、5曲目にグループ名と同じ Say My Name という曲がありまして、これだから曲名だけ見るとファンソングペンソンっぽく見えるんですけど、サウンドはまさかのヘビーメタル風のギターが印象的なロックバンドサウンドとなってまして、俺も曲名と見返したよえみたいな。タイトル曲の方の UFO アテンションも同じくロックサウンドで、曲の方の Say My Name と違うのはポップパンクベースという、そのロックジャンルとしての違いがありまして、要所に入るチャントとかユニゾンというか、みんなでこう叫ぶような部分も含めて、それプラスだからカニのラップパートも含めてこう青春ミクスチャーパンクロックのような仕上がりとなっています。だからアルバムのこう注目曲に両方ともロックという、しかもジャンルが違う2曲がベースとして使われてるっていうのが、アルバムとしての特徴でもあるかなと思いますけど、全曲がこういうロック調っていうわけじゃないんだけど、特に目玉の2曲はこのロックベースというセマネが今まで見せてなかったジャンルの曲になってるってことですね。驚きました。でテーマとしては偶然 UFO を目撃した瞬間のように私たちを見て目が離せなくなるだろうという自信を込めた曲で、副題のカッコになってるアテンションは愛の部分がびっくりマークカンタウフになってるんですよね。でそれを置き換えてる理由は、最初は新しい姿で登場した私を疑問符ハテナで見るかもしれないけど、要するに怪奇的なというか、不思議な対象として見るかもしれないけど、すぐにカンタンフびっくりマークを思い浮かべることになるだろうという、愛らしいメッセージを込めたと説明しています、アルバム収録曲としては3曲目、タイトル曲としては初めて瞳ことひーちゃんが作詞に参加してまして、ついに、他にもタイ人のラッパーカニと外国人が参加してるってことですちなみにカニが担当してるというか自分のパートはほぼ英語ですけど最近19歳になったばっかりのドヒーの2人が初めて作詞で楽曲制作に参加しています、その3人が参加してるってことですね。メンバーが3人も参加してるっていうのはすごいね、しかもタイトル曲に、そうね、しかも初めてっていう2人ひーちゃんはまだしも会津版時代も何曲かやってるので経験者というか年長者でもあるからそこはまだ全然わかるんだけど、収録曲飛ばしていきなりタイトル曲に参加これは結構すごいし目玉ポイントかなと思うんですけど、でそんな UFO のミュージックビデオ MV ではアッティガール、要するにアテンションガールの略ですね、と題された、ガールズナイトへの招待状が届いたセマネのメンバーがその準備に奮闘する様子が描かれてまして、そういうことか、だからちょっとスタジオっぽいところ美容室とかあったりとかっていうところは、多分おそらくショッピングモールであそこでそのパーティーのグッズというか持参するものをみんなで買い揃えてるっていうのが描かれてるんだと思います。だから無駄に別に自転車で走ってるんじゃなくて紛争してるんですよあれは無駄になわけないでしょイメージショットじゃなくて違うちゃんと全部行動の理由というか、ひーちゃんが服のラックを引っ張ってたりとか、ああいうのもだからそういうちょっとパジャマパーティー的なところで着るものとかを多分準備してるっていう描写なんだと思う。今その説明でなんかいろいろ分かったわ不思議なシーンのオンパレードだなと思ってたんだけどでそれが主に描かれてるんですけど、最後にはそのガールズナイトの会場だった家が UFO のように、
まあ、霧もみ状に空の彼方に飛んでいく様子が描かれてまして、飛び方もさ飛び方がえぐくて要するに家が実は UFO でしたという、まあ、オチでして、まあ、毎回オチを作ってくれるジェジュンの手腕がこう発揮されたミュージックビデオになってるかなと思いますびっくりはするけどね。そうだからもう毎回こうびっくりというか笑えるというか面白いオチを作ってくれるっていう、変なことやってたのはなんか理由があるんですよっていうのが結構あって、それが結構笑える帰着点になってることが多いっていうところがジェジュンの特徴かなっていう気はするけど、コメディチックね、っていう感じなんですけど、セマネの、まあ、いつも通りとも言えますけど5ヶ月ぶりのカムバックとなった UFO アテンションはどうでしたか？いやそれこそびっくりマークたくさんついてたよ、だからまずビジュアル面で言ったらさ、最初にやっぱり目が入るのはメイちゃん、金髪、まあ金髪はもう K-POP アイドルには定番ですけど、似合いますね。メイちゃんめちゃめちゃ似合うね、それこそ前に見た時は去年の6月かな、ミューバンの大金かなんかの時に見たんだけどさ、その時さ前髪パッツンだったんで、それはそれで可愛いなと思ったんだけど、金髪みたいなもあるし、まあどうしても髪の毛赤になってね、そうしかもダークレッドっていうちょっとチェリーカラー、真っ赤っていう感じじゃないけど、そうだからそこら辺のまず髪の毛のカラーの変化っていうところもそうだし、まあひーちゃんも金髪に戻すっていう、日本人2人金髪っていうあ確かにそうか、そう言われてみればまあ王道スタイルに戻ったなって感じで、ひーちゃん推しとしても大満足って感じはあるんだけど、あと映像というか、まあそれこそなんかいろいろ行動してる理由がよく分かんなかったって言ってたじゃん、分かんなくてもさ驚きポイントがいっぱいあってさ、衝撃度合いとしては、やっぱりスンジュの髪の毛のアイロンがけあれさヘアアイロンは聞いたことあるけどガチアイロンは聞いたことないんですそうチリチリになっちゃうでしょみたいな一回さドーンってやってからジューみたいな、ところがあったから、そんなんあるんだと思って、それをメイちゃんがやってるっていうのも変だしそこら辺も面白かったし、個人的にはねちょっと今回カニが、まあやっぱりメインラッパーっていうところもあるけどかっこいいじゃない、まあ出しろも多いし、なんか、まあ、ラップと歌の両方のシーンがあるし、ビジュアルもみたいなところは両方あるしね、そうだから顔つきもやっぱりなんていうかな、精悍、結構まあその褐色な肌っていうところもあるけど、でも今回のカニの最初の登場シーン、ドレスっていうかさスカートひらひらってさ回転するんだよね、あのシーンが俺めちゃめちゃ良くて、あカニこのスタイリングみたいな、かと思えばまあラップシーンではいつも通りっていうところもあるんだけど、最終盤はさちょっとセクシーになったりとかさ、色っぽい感じ、カニ七変化みたいな感じだからすごい目立ってる印象あるかなっていうのは思うけどね、そういうところでビジュアルで目が奪われるところもたくさんあったし、あとは周囲めっちゃ馴染んでんなみたいな。そうだね、新加入感が一切ないっていうか、そう前回はさすがにお披露目感っていう MV でもあったじゃん、だけど今回はもう普通に前から言いましたけどみたいな感じになってたから、なんかそこら辺の馴染み具合もすごい良かったし、あと俺が一番印象的だったのは、ちょっとしか映んないけどキリンドヒがそれこそチャリ出してる時の後ろキリン確かに変だよね。なんすかキリン、普通にだってた猫バスみたいのいたっけ隣に、まあ犬バスみたいな、犬バス、まあ急に出てくるじゃん。まあだからリアルな世界じゃないんだろうなっていうところというか、最後 UFO になっちゃうオチっていうことも含めてファンタジックな存在なんですよセマネはっていうか、そういう世界で生きてるんですよっていうのを一応描いてるってことなんじゃないかな。いや例えばねそういう説明があったら、ああなるほどって分かるけど唐突すぎるじゃん。まああっちが先に出てくるから、ね、UFO より前にあっちが先に出てくる。そうまあでもそこら辺の意味は分からないんだけど、らしいなってすごい思ったし、なんか曲調はそれこそさ一番こう疾走感があるっていうかさ、弾けた感じ、これまでとは違うっていう部分での真新しさっていうのもあるんだけど、まあ、やっぱパンクロックサウンドだから今までが、要するにシンセポップというかね、ガールポップみたいな感じだったからそれはだいぶ違うよね。ただ一箇所スンジュのラニンラニンラニンっていうところかな、あそこを聞いた時にセマネだって思って、まあ、スンジュが特にだけどやっぱりスンジュが歌ってるから今までと違う曲調をやってるけどセマネっぽさはスンジュの歌声でだいぶ保たれてるなっていうところは要所要所あるかなっていうところはあるし、ビジュアル的にというか MV 的に目立つのはカニだけどサウンド的にはやっぱりスンジュすごい大事なポジション務めてるなっていう感じはかなり受けるけどね、そうだからそこら辺のますますっていうところもあるし、ムーブトゥーパフォーマンスあっちを見ると MV とはまた違った印象があったんだけど、まあパートが全部見れるからね。それもあるし、衣装がそうだね、シックな感じ。俺だからこのイメージでも成立するんだと思って、なんていうか MV のカラー、要するに曲じゃなくて、自体はこうキラキラしたパステルの今までのセマネらしさだけど、あっちは
本当に新しいロックサウンドに乗せて、本当に大人のセマネだっていうのがそうめちゃめちゃ感じられて、俺バージョンも全然いいなと思って。そう特にさ、ソワがさメガネかけてさ、ちょっとシャツにネクタイにさストッキングか、っていうスタイリング、今までと全然違うみたいな、でもそれが全然背伸びしてる感じもないし、黒い衣装っていう部分でのなんか大人な感じになってるっていう部分で、曲調っていうところが本当だったらちょっと違くしそうっていうかさ、ポップパンクとさ大人っぽさってさ相反するものっちゃ相反するものじゃん、でもそこら辺は全然別にバランスも良かったし、なんか MV も面白かったし、そっちのムーブトゥパフォーマンスでのそのスタイリングも含めての、2つを見るとよりなんかこの曲の解像度が高まるなっていうかさ、新たな発見というか、こういうアプローチだったんだなっていうのが分かるから、俺はすごい面白かった。だから曲だけ聴いたらもしかしたらこの大人の階段を上ってますっていうアプローチは 100% は伝わらないのかもしれないけど、ムーブトゥパフォーマンスとかを見るとこの曲にチャレンジした意味っていうのはもっと伝わるかなと、俺は最初にこの年末12月29日のカムバックっていうのを聞いた時に、セマネのいつものペースっていうのは最初に説明したけど、だからそれを守ってるっていうのは理解できたんだけど、単純に変な時期にカムバックしちゃうなと思ったんだよね。あんまいないよね、年末ね。それでちょっと大丈夫かなというか、ムーブトゥパフォーマンスの話をしてる通り、音楽番組にもまだ出てないんですよね。そうかで一応予定されてるのは、この収録日のあさって8日8日の M 化からで、だからもしかしたらそのムーブトゥパフォーマンスみたいな大人の中でこう変遷として描かれるみたいな、最初はこうなんていうかな、若い女の子みたいなイメージからだんだんこうスーツスタイルにシフトしていくみたいなのが、もしかしたらあるのかもしれないんだけど、現状ではこの変な時期に完売したので見れてませんっていう。なんかイベントに出てたのはね見た。それがですね、KBS のカウントダウンショーっていう、年末の祭典ですね。そのライトナウっていう番組があるんですけど、そこに出て初パフォーマンスを披露してるっていう。そうか、それがお披露目か。めちゃめちゃ寒そうでした。思った。でもだから普通に公共放送というかに載ってるのはそれしか現状はないんですよ、いつもみたいに音楽番組とかはたくさん見れてないっていう感じなんですけど、要するにだからその心配点というかコンテンツ的にもその供給不足みたいな感じは実際起きちゃってはいるんですけど、その変な時期っていうことを考えるとね、ただ今回はティーザーが両方とも100万回を超えてまして、ティーザーで100万超えすごいね。セマネはなぜかティーザーも毎回いいっていうのがあるんですけど、今回もアベレージを叩き出してまして、MV もカムバ1週間で1000万回超えと、現状では1300万400万ぐらいなんですけど、っていう感じで、相変わらず好調なんですけど、さらに言うと初めてチャートバグスのリアルタイム1位を記録しまして、それは知らなかった。もう一つ大きな話題の方に頭が持ってかれてましたチャートはリアルタイム含めて1位を取ったことは今までなくて、これが初めてなんですよね。セマネは MV とか CD の売り上げに関してはかなりいい数字は持ってたんだけど、チャートに関してはそれに比べたらっていうところがあったんだけど、今回はそのチャートでの1位っていう初めての記録も取りまして、だいぶこう上り調子感が出てるんですけど、でさらに言うと、チェンさんが多分今勇み足してた感情の話ですけど、フィジカルが要するに CD ですねが初動3日で10万枚を突破しまして、正確には11万枚なんですけど、その日の記録は、最終はなんと16万枚という恐ろしい数字を叩き出しまして、ちょっとね10万枚超えはまだおーってなるけど、16万いくとねもうそこまでいきましたみたいな。これがなんですごいかと言いますと、これまでのキャリアハイがザ・セカンド EP アルバム My Name Is シャララがタイトル曲のやつですね、要するに2作前なんですけど、それが 7.3 万枚ということで、なんと約9万枚のキャリアピーク更新という、ダブルスコア。1万枚2万枚に伸びたとか、9万枚だったのが10万枚に到達したとかじゃなくて、7万枚が16万枚になったんですよ。倍以上になっこれすごいよね。いや飛躍度合いが半端じゃないですだから CD をただ買っただけじゃなくて、それでいてチャートでも1位を取ったりとか、MV も相変わらず回ってるってことを考えると、これらの数字というか成績飛躍を見ると、看板のタイミング的に変な成績にならないといいなと思ってたんですけど、むしろライバルが少ないタイミングを狙ったことで大きな飛躍を遂げたということが言えるかなと思います。複数好きなグループとかの人もさ、そのタイミングでカムバいないから、じゃあそこで CD 買おうみたいな。セマネに物販ができるんですよだから第5世代の中でも第2グループぐらいの立ち位置だったと思うんですよね、セマネは。それがここに来て先頭集団に食い込んできたっていうのが、この特にアルバムの数字で出てるかなと思います。16万はすごいよ。で曲の感想というか、
MV 以外の見どころってことで言うと UFO のサウンド的にはこうアブリル・ラビーンスタイルというか、イエナの派遣コンテンツっぽいスタイルっていうか、そうね、なので、騎士感自体はすごくあるというか、聞き慣れてるというかね、その新しさみたいなのはちょっと感じないっていうところは懸念点としてはちょっとはあるんですけど、楽曲自体のね、だから新世系のガールポップで攻めていたそのセマネが、首位っていう極美女チャイニーズを獲得しまして今やもう馴染んでますけど、でそのタイミングで君の瞳に恋してるを、インタポしましてもう懐かしいメンバーが増えたっていうことで MV の見せ方ビジュアルの見せ方そういうアプローチの仕方が大きく変えたっていうことがあって、だからセマネのディスコグラフィーヒストリーとして大きな区切りを1個そこで作ってバンドブームが浸透した K-POP では安心感のあるスタイルでしかもロミがこう楽しく見れちゃう踊れちゃう一緒に合唱できる、声援を送れるっていうちゃんとが際立つ青春パンクという見せ方は、成績にも出てるようなステップアップの仕方としては非常に見事だったと言えるかなと思います。今ならはっきり言えるかなと思います。ジェジュンは本物非常にインテリジェンス最初はねまだそのプロデューサーとしての初々しさが面白いっていう話だったんだけどね、だから必ず回収してくれるっていう信頼感その安心感みたいなのも得られるっていうこのやり方やり口やり手具合ジェジュンは自分のソロも今改めて力を入れてるし、ナムグロも出すんじゃないかっていう噂もずっとありますし、インコードがどんだけうまくいってるかっていうところはもうこのジェジュンのスキル実力才能にかなり依存してるというかそれによって支えられてる部分もあるしそれの筆頭というかねそこの一番上にいるのはセマネだと思うのでそれがすごく現れた成績と、表現だったなと思います。さすが現役バリバリアイドルが手掛けるアイドルっていう感じはあるよね。だから年末にカムバックしてるけどK-POP ファンから見るとこの UFO が新年一発目っていうか2026年の K-POP の始まりの歌っていう印象の曲、カムバックっていう印象になってると思うんだよね。だからこの7万枚から16万枚っていう一段飛ばしどころじゃない飛躍を考えてこれから音楽番組が撮れるかどうかみたいなところも含めて、今年はセマネの年になるんじゃないかって思わせる予感させる、出だしだったかなと思うし。축하드립니다